こんにちは。発酵調味料教室シンプルブルーライフの早川です。このチャンネルでは発酵食などの食に関する知識や、食と健康、そういったことをテーマにいろんなお話をさせていただいております。チャンネル登録がまだの方はぜひ最初にしておいていただくと、他の動画も見やすいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今日はですね、お酢の話を引き続きですねしていきたいなというふうに思います。お酢ってすごく健康にいいというふうに言われているのは、皆さんご存知だと思うんですけれども、じゃあ実際何が健康にいいのか、そのお酢が体にいいよっていう言われている理由って何なのか、その仕組みですね、そういったところを解説していこうと思います。はい、ということで、まずはですね、そのお酢が体にいいと言われている理由が、大まかに2つあります。いろいろあるんですけども、大きく分けると2つありまして、それが何かというとですね、まずは1つ目、お酢に含まれている成分ですね。お酢の成分には、いろんな有機酸がいっぱい入っているんですけども、そのいっぱいある有機酸の中でもこの酢酸とクエン酸っていうのが非常にですねたくさん含まれています。お酢はですね、人類最古の調味料というふうに言われていましてですね、調味料としてももちろん使われるもの、メインですね、使われるものなんですけれども、それ以外にもいろんな役割があると、人間の体にとってですねいい成分が含まれているといったところなんですが、まずはこの酢酸ですよね。酢酸という、酸はですね、これ酢酸は人の体に入るとクエン酸に変化することもできるんですけれども、酢酸の働きとしては、ビタミン C が破壊されてしまうのを防ぐという効果があります。ビタミン C って結構熱に弱いので、加熱調理をしていく際にちょっと壊れてしまったりとかしがちなんですけれども、この酢酸があることによって、そのビタミン C が破壊されるのを防いでくれると、そういった効果があるのが、酢酸ですね。そして、クエン酸、こちらは、有名なところだと思うんですけども、疲労回復効果があるという酸ですね。こういったですね酸、が含まれていることによって、最近ですね問題になっている、隠れ疲労とかですね、そういったものとか、あとは、高血圧とか心臓病とか、そういった、生活習慣病ですね、そういった、病気とか、症状に対して、未然に防いだりしてくれる、効果があるということが言えます。そして、2つ目ですね。これ血液サラサラ効果なんですね。血液サラサラっていうとですね、本当によく聞く、いろんな食材が、いいですよって言われたり、血液をサラサラに保つためにいろんな努力をされている方も多いと思うんですけれども、やはりですね、食生活が欧米化していったこととか、いろんな原因でですね、やはり血液の状態がドロドロ、いわゆるドロドロの血液という状態になってしまっている現代人が多いということで、そういった血液ドロドロの状態が放置されていると、動脈硬化になったりとか、血管が詰まる血栓とかになってしまったりしてですね、心筋梗塞とか脳梗塞とか、そういった病気になってしまう、ことになります。なので血液をサラサラにしていきたいわけなんですけども、このお酢にはですね、血液を浄化する作用と血管を拡張する作用、この2つがあります。この2つがあることによって、血液をサラサラの状態に保つということができるわけなんですね。血液をサラサラにしていけば、血管の中をスムーズに血液が流れていきますので、動脈硬化とかそういったものが起こりにくいということになります。なので生活習慣病の予防になりますし、その血管を拡張させる作用が、あるということは、血圧が今高い人にとっても非常にいい、成分なんですよね。血管を拡張、狭まっている血管を拡張してくれる作用があるってことなので、血圧が高くなっている人が改善する、可能性があると、そういったことが期待できます。
こういった、健康効果っていうのが期待できますよといったところが、大きなところなんですけども、特に注目したいのがですね、今回注目するのがこの疲労回復効果の部分です。お酢クエン酸に疲労回復効果があるっていうことは、よく知られていることだと思うんですけども、じゃあ実際ですね、どういう仕組みでクエン酸を取ると疲労が回復されるのかっていうのを、知ってる方は結構少ないんじゃないかなと思いますので、そこをですねちょっと説明するために図を書いてみました。はい、またですねこの絵心のない、感じでですね、本当はここもう丸くしたかったんですけど、すごいいびつな形の丸になっちゃったんですけど、一応このクエン酸回路というですね回路がこう回っているということを表している図です。はい、ということでこの図は何なのか、どういう仕組みなのかっていうことをですね、順番に解説していこうと思います。その疲労回復効果っていうところなんですけれども、この疲れを感じる、人間が疲れを感じるっていうのは、その原因の一つとして体がこうエネルギーが足りてない状態になっているということが言えます。エネルギー不足ですよね。なので例えばですね、疲れたっていう時に甘いものとかを食べるとちょっと元気になったりとかしますよね。それはなぜかというと、即座にエネルギーを補給することができているからなんですね。あれ気分的なものとかそういったことではなくって、疲れたって感じている時は体の中でエネルギーが不足しているので、そのエネルギーをすぐポンと入れてあげることができるその糖ですね、甘いものを食べるとすぐにエネルギーがですね脳の方に行って、シャキッとするので、すぐに改善されたと感じることができるわけなんですね。で酢なんですけども、この酢のクエン酸ですね、クエン酸には疲労回復効果が、ありましてですね、酢の摂取によって疲れている状態、要はエネルギー不足の状態を解消できるということになります。でどういうふうにエネルギー不足をお酢が解消していくのかっていうものの答えがこのクエン酸回路というものの中に隠れています。人間がですね生活していく上で必要なエネルギーを補給するためのエネルギー源となるものですけれども、タンパク質とかもありますけども、主に、糖質とか脂質ですよね。特に、糖質はですね、糖質を摂るとグリコーゲンという形で肝臓とか内臓筋肉の中にですね貯蔵されていきます。取りすぎた、糖質っていうのはもうどんどんこの肝臓の中とか、筋肉とかに溜まっていくわけなんですけども、一時グリコーゲンっていう形になって貯蔵されているということですね。でその肝臓なんかに貯蔵されているグリコーゲンがですね、体が疲れた時、エネルギーが不足しているっていう時にエネルギーが今必要だよっていうことで、そこからですね、取り出されて、使われるということが起こるわけなんですね。エネルギーが必要になった時に細胞の中でその貯蔵していたグリコーゲンが分解されて、水と炭酸ガスと、ピルミン酸っていうものが作られます。こちらですね、最初このグリコーゲンっていうのが体の中に貯蔵されています。主に肝臓ですね、貯蔵されていて、で人間が疲れたって感じる状態、エネルギー不足の状態になると、そのグリコーゲンが細胞の中で分解されて、グルコースとなって、それがピルビン酸という物質になります。でですね、このピルビン酸がその後、どうなるかというとですね、このピルビン酸、グリコーゲンが分解されてピルビン酸になったもの、これゲトウ系っていうんですけども、このピルビン酸が、次になるのはこのアセチルコー A というやつですね。このアセチルコー A に変化します。でアセチルコー A に変化してクエン酸回路に入っていく、このクエン酸回路っていうですね回路に入っていくということが行われます。でクエン酸回路にアセチルコー A が入ったらですね、このぐるぐるっていつも回っている回路の中の最終産物であるオキサロサク酸ですね、このオキサロサク酸とくっ
ついてですね結合して、クエン酸になります。ここでですねアセチルコーエンになったやつがこのオキサロ酢酸と結合してクエン酸になりますと。でクエン酸になってから、さらにずっとこの回路を辿っていくわけなんです。いろいろなんとかイソクエン酸とかなんとかなんとかとかいろいろ琥珀酸とかフマル酸とかいろいろあるんですけども、こういう経路を経てですね、最終的にこのオキサロ酢酸っていうものになると、こういう回路があるわけなんですね。でその中でですねどんどん分解されていくわけなんですが、分解されながらこの NADHとか FADH、こういったものを出してくるわけなんですね。そういったものをそういったこれ NADH とか FADH っていう化合物なんですけども、こういったものを吐き出していきます。でこの NADH とか FADH というかこの回路の中でどんどん吐き出されていって、でそれがですねこっちのまたちょっとこれ別のところで、この吐き出されたものがこっちの電子伝達系というところに入って、でそこからですねこの ATP っていうのが産生されます。この ATP っていうのはアデノシン酸リン酸っていうですね、これがエネルギーの元となるものですね。生体エネルギーのことをこの ATP アデノシン酸リン酸というふうに言われています。なので人間の体の中でですねエネルギーが今必要だって、運動しなきゃいけないとかエネルギーが必要だってなった時、もしくはエネルギー不足ってなった時は、こういったクエン酸回路を経てですねこういったことが行われて、そこから出される NADH、FADH ですねっていうものを作って、そこから ATP というエネルギーを作り出していると、そういう仕組みがあるわけなんですね。なのでですねエネルギーが不足した時、エネルギー不足になった時にこの貯蔵されているグリコーゲンが分解されて、こういった回路が始まるということになるわけなんです。これがですね人間の疲労回復のメカニズムになってくるわけなんですけれども、でこれがですね、ものすごく疲労が溜まってしまった時っていうのは、このピルビン酸ですね、これがいっぱいできちゃうっていうことが起こったりするんですね。で過剰になっちゃうとどうなるかっていうとですね、このアセチルコーエに変化するんじゃなくって、乳酸っていうものになっちゃうんですね。通常ならこのグリコーゲンから分解されてできたピルビン酸というのはアセチルコーエになって、で最終的なクエン酸回路の生産物であるオキサロ酢酸と結合することによって、この回路がうまくどんどん回っていくわけなんですけれども、このピルビン酸が多くなりすぎると、アセチルコーエが多くなりすぎてしまうので、そうするとこの回路がうまく回らなくなっちゃうんですね。そうすると困るので、じゃあピルビン酸いっぱいできたらどうなるかというと、このアセチルコーエを作るのをちょっとやめて違うものに変化する、乳酸に変化するということが起こってくるわけなんですね。で乳酸っていうのは疲労物質ですよね。乳酸が出るってことは疲れてしまうということになりますので、なるべくですねこの乳酸を出したくないといったところになります。でそこでオスの出番なわけなんですね。オスのクエン酸を取っているとですね、直接このクエン酸っていうのをここに入れることができるんですね。なので、直接、クエン酸がこのクエン酸回路に直接入っていくことによって、この NADA とか FADH とかをですね作ってくれまして、で作りながらオキサロ酢酸に最終的になると。要はこの回路のところにこのピルビン酸グリコーゲンからのものじゃなくて、直接オスのクエン酸を入れることができるということですね。そうするとどんどんこの回路がうまく回って NADH とかそういったものが生産されるので、最終的に電子伝達系で ATP という生体エネルギーが生産されると
いうことになります。そうすると疲れを感じにくい状態になったりとか、あるいはもう疲れちゃったなっていう時にも、効率よくですね、すごく効率よくエネルギーを作ることができるので、疲労回復が早いということになります。無駄がないといったところですね。はい、そういう仕組みで疲労回復っていうのは行われているということになります。なのでこの疲労回復の仕組みを理解していると、だからクエン酸を摂ると疲労が回復されるんだなということが、わかるんじゃないかなと思います。はい。やはりですね、人間体のエネルギーが不足すると疲れを感じるわけなんですけども、もちろんですね、疲れを感じたらご飯をいっぱい食べたりとか、いっぱい休養を取ったりとかすれば、その疲れっていうのは自然に回復していくわけなんですけれども、やはりですね、その現代病としてすごく問題になっている隠れ疲労っていうのもあったりします。隠れ疲労っていうのは結構すごい仕事が例えばですね、仕事がすごく楽しくて集中してわーってやってると、もう寝る暇もなくというか、寝食を忘れてそういうふうに仕事とかに没頭しちゃうっていう状態になると、自分が疲れているっていうことをあまり認識しづらかったりするわけなんですね。それが隠れ疲労なんですけれども、そういった隠れ疲労を抱えている方というのは全然自分が疲れてるって思わないので、あまり休養を取るとか栄養のある食べ物を食べるとか、そういうことをせずにですね、セルフケアを怠ったままずっと生活していってしまうので、早くですね生活習慣病になりやすいというリスクが伴ってきます。なので、そういったですねリスクを回避するためにも、普段からですねお酢のようなものを摂取していると、このクエン酸とか、を摂ることができますので、そういったものの生活習慣病とかのですね予防にもなると、いうことが言えます。なので結構ですねお酢って侮れないというか、あまりお酢をジャブジャブ飲むというか、ガバガバ使うみたいな、健康ドリンクみたいにゴブゴブって飲むことは難しいとは思うんですけれども、調味料として使う以外にも少しですね健康のことを考えて、お酢を取り入れるっていうことをしていくといいんじゃないかなというふうに思います。結構酢の物とか、苦手な方とかも多いかもしれないんですけれども、美味しく出汁とかをですね取って作ればものすごく美味しい酢の物ができたりしますし、その酢の物以外でもやっぱり料理にお酢を使うっていう場面って実は工夫するといっぱい出てくるんですよね。ちょっとした、ところにお酢を使うとすごく味がまろやかになったりとか、そういったこともありますので、ぜひですね、お酢を料理に加えていっていただくといいんじゃないかなというふうに思います。ということで今日はですねお酢が体にいい理由ですね、疲労回復とはこういった形で行われていますということについてお話をしていきました。この動画を気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。